ちは、渡韓歴20回のジニです。今回は週末だけで秋の韓国へ一人旅をします。短い時間ですが、カフェ、買い物、推し活を楽しみました。0泊2日という弾丸旅行なので、荷物はトートバッグだけです。今回の一番の目的は、韓国までストレイキッズのライブを見に行くこと。出発2時間前に関空に到着。今回は荷物を預けないので2時間前に来ましたが、空港がとても混雑していたので、もう少し早めに来てもいいかもしれません。事前にオンラインチェックインを済ませていたので、iPhone に入れていた搭乗券だけで出国完了。出発まで時間があったため ANA ラウンジに来ました。朝ごはんに焼きそばをいただきます。0泊2日なので、今回の旅のテーマは身軽に快適な旅行。そのために eSIM を利用したので、ラウンジで設定してみました。今回は新発売のコリア eSIM レッドを使用しました。Wi-Fi や物理 SIM が不要なため、身軽に旅行することができます。私が感じたコリア eSIM レッドのメリット5つを簡単に紹介。1つ目は速度制限がないこと。YouTube を参考にしながら旅行することもできます。2つ目は使用時間を最長で活用できること。夜に到着する便でも1日分の利用券が無駄にはなりません。3つ目は韓国の電話番号が付与されること。多くの eSIM はデータのみか012の電話番号が付与されますが、人気店に多いウェイティング機械では010しか使えないことが多いです。4つ目は設定が失敗した場合、空港カウンターで物理 SIM を受け取れること。SK テレコムのカウンターは韓国内全空港にあります。5つ目は設定がとても簡単であること。データを使用する時点から期間が差し引かれるので無駄がありません。設定方法は4つのステップのみ。オープンイベント中の今は割引価格で購入できます。有効期間は1年間なので、お得な今買って1年以内に使えば OK。現在 SK テレコム公式 eSIM で最安価格のようです。QR コードを読み取るだけで事前設定は完了。搭乗時間が近づいてきたので搭乗ゲートに来ました。アシアナ航空で韓国へ向かいます。2ヶ月ぶりのソウル、とても楽しみです。土曜日の朝ということもあり、機内は満席。航空券は約4万5千円でした。韓国へ向けていざ出発。大阪からソウルまでは約2時間。大好きな推しのグッズと最高の天気。機内食をいただきます。プルコギビビンバのようなお弁当でした。機内から韓国旅行の気分になることができてとても幸せです。コチュジャンもついていました。あっという間にインチョン空港到着。18時からライブで現在13時、そして帰りは翌朝7時の便です。ライブまでにカフェや買い物を楽しむ予定でしたが、なんと入国審査で1時間も待ちました。イクソンドンへ行く予定でしたが、ソウル駅で楽しむことにします。駅へ向かう途中に
SK テレコムのカウンターを発見。設定がうまくいかなかったらここで物理 SIM に交換してもらえます。なんとここでも想定外の出来事発生。ソウル駅までの直通列車切符が売り切れていました。普通列車でソウル駅へ向かいます。普通列車も多くの人で混んでいました。ソウル駅までは約1時間。速度制限がないので YouTube で推しの動画をずっと見てました。列車内设有孕婦专座，请勿占用。電車で川を渡っているとソウルに来たって感じがします。ソウル駅に到着。会場へ向かうまでの1時間、ソウル駅で楽しみます。韓国の松木をオリーブヤングに来ました。さて、私の得意技、爆買い開始。まずは韓国で大人気のラクトフィット。腸内環境が整うと話題の乳酸菌。そしてこちらはイージードンのニキビパッチ。前回も購入した昆布茶。気になっていたセンシアンの着圧スパッツ。そして最後に毎回買うかわいいウェットティッシュ。3つで2000ウォンととてもお安いです。10分しかいなかったのにこんなに買ってしまいました。すべて機内持ち込みできる商品を選びました。金額は約6000円。8月に爆買いしたばかりなので今回は買い物しないつもりでしたが、韓国に来たら買い物しないわけにはいきません。近くのスタバでディズニーコラボのタンブラーを買おうと思いましたが売り切れでした。駅構内に戻っておしゃれなカフェに行きます。センターコーヒーというカフェに来ました。店内はほぼ満席でしたが一席空いていました。アイスアメリカーノとチーズテリーヌをいただきます。チーズテリーヌは約600円。とても美味しくボリュームも満点でした。アイスアメリカーノは約550円。10月下旬のソウルは最低気温4度でしたが、韓国へ来たらアイスアメリカーノを飲まなきゃ。少しゆっくりしてライブ会場へ向かいます。20分ほど電車に乗っていたらドームが見えてきました。念願のコチョクスカイドームに到着。韓国で最も大きな室内公演場です。会場に入りました。とってもワクワクしています。ライブが終わってこのままインチョン空港へ向かいます。帰りも1号線でソウル駅まで戻ります。
空港鉄道の直通列車は終電が夜10時50分。結構夜遅くまで営業していました。無事乗車できました。インチョン空港へ向かいます。45分ほどでインチョン空港に到着。あと7時間ほど空港で過ごします。帰りも iPhone に入れた搭乗券で乗るので、カウンターに寄らずそのまま出国審査に向かいます。無事出国審査も完了。出発までは深夜営業しているラウンジで過ごします。スカイハブラウンジに来ました。朝の6時まではここにいられるそうです。プライオリティパスで無料で利用することができました。遅めの夕食いただきます。ご飯をいただいた後はソファー席で居眠りしました。朝5時半過ぎ、大好きな場所へ向かいます。オンライン免税店の受け取りです。前回もたくさん買いましたが、今回もたくさん買ってしまいました。その後は初韓国料理を食べます。プルコギビビンバ、とっても美味しそう。牛肉がとても美味しくて、お値段以上のご飯でした。アシアナ航空のラウンジに来ました。食べ物の種類もとても多かったです。先ほどたくさん食べたので、私はお水だけいただきました。搭乗ゲートに向かいます。滞在時間19時間未満と短い滞在でした。またすぐ韓国に遊びに行きます。寂しいですが日本に帰ります。初めての韓国一人旅で緊張していましたが、コリア eSIM レッドのおかげで快適に安心して旅行できました。インターネットを快適に使えたので、短時間で韓国を満喫できました。概要欄の URL からぜひお試しください。食べてばかりですが、また機内食をいただきます。チャーハンとチキンカツでした。美味しかったです。あっという間に関空に到着。家に帰ってゆっくり寝ます。